こんにちは、エモトラベルです。メスティアから秘境ウシュグリへの世界遺産70キロの道。3日目のアディシ村からイプラリ村の道のり16キロをお届けいたします。皆さんこんにちは。3日目の朝です。ゲストハウスの朝飯です。めっちゃ豪華。サラダと、郷土料理の、なんだろうなこれ、コーンパンかなと、目玉焼きとパンとチーズと、そば飯と、蜂蜜と、あとは珍しく米がありますね。面白い。ではいただいていきます。そば飯はいい感じに塩茹でされてますね。これ単体でも全然食べれますね。塩茹でのお粥ですね、これも。だいぶあっさりしてて食べやすい。コーンパンは相変わらずのクオリティですね。チーズとコーンと、あと多分じゃがいももちょっと入ってるんじゃないかな、これは。朝はすぐそこに牛が歩いてます。すごいな、大自然。さて、ゲストハウスを離れて、今日は3日目の目的地イプラリに向けて歩いていきます。16キロぐらいの長い、17だったかな。7キロの長い道のりとなるので、今日も頑張って歩いていきます。3日目も絶景ですね。いやー、晴れてよかった。2時から3時の間に雨が降るらしいので、そこまでには山を越えておきたいところですね。ありがとう、アディシ村。なんだかんだでめっちゃ良かったですね。評価が悪い場所なんですけれども、Google のレビューとか、Booking.com にないような場所を探すととてもいいみたいです。今回は大当たりでした。最高。ここの川沿いに歩いていくと、道順に着くみたいですね。なので、この道通りに行けばどうもいいようです。イプラリのボードを見つけました。16.5 キロ5時間40分。いや、結構やばそうですね。コーカサスの山々を横に歩いていきます。まだ上の方は雪が積もってますね。今日は多分高低差700から600ぐらいらしいので、もしかしたら雪山を歩く羽目にはなりそうですね。気をつけていきたいです。まだシーズン前の5月後半なので、道はこんな感じで雪解け水で完全に塞がってますね。こういうところは岩を飛び越えていくしかないです。目の前にはとてつもない量の牛がいます。さっきとんでもない絶叫を上げてたんで、あまり刺激しないように行きましょう。正直ちょっと迂回しながら行きたいですね、ここは。かなり怖い。なんとか、牛を迂回できましたね。いやー、良い。幸先が良い。さて、また、こういった道を進みます。山には凍った氷河のようなものがありますね。なんか、この地域は氷河もメインスポット、メインの観光スポットみたいですね。いや、痛い。いや、こけてしまいました。川というか、出て。湧き水に足を取られてこけてしまいました。もう全部水浸しです。たまらんな、これは。なんか、この川、奥に見える川を、どこかのタイミングで渡らなきゃいけないらしいんですけど、その際に20ラリか30ラリぐらいで、馬を使って渡らせてくれる人がいるみたいです。ただ、ちょっとお金がないのでどうしようかなと思いますね。例の川渡し職人はどうやらここのようですね。なるほど。お金を払って川を渡してくれるようですね。てか兄ちゃんじゃん。昨日会った兄ちゃん。Maybe is it only here? Only here. Thank you. いやー、足やったんですけど、出会った旅人の方に助けていただきました。非常にありがたい。雪吊りの方々に助けてもらいました。いや、Thank you。本当に。日本にも来たことあるらしくて、だいぶ優しい方々です。いや、だいぶ心強い。さて、川を渡るところまで来ました。馬を使って渡るらしいですが、僕は金がないので、というか金をセーブしたいので、お兄さんと同じように歩いて渡ります。レッツチャレンジ。川の前はものすごく山が綺麗です。やばいな、これ。すげえ楽しい。マジか。よし、渡るぞ。なんと、結局みんなで、渡ることになりました。みんな馬使わないそうです。めっちゃおもろいな。いやー、面白い。25ラリなんで誰も金払う気ないそうです。もうみんな腹くくって渡るそうです。さあ、続々と渡り始めました。案外なんとかなるみたいですね。さあ、私も行ってみます。足は冷たくて死にますね。途中まで渡りました。これマジでやばい。足冷てー。でもなんとかなるかな。いやー、なんとか渡り切りました。いや、ストック借りてよかった。サンキュー。
さて、2日目と同様、道なき道に来ましたけど、なんとかやっていきたいですね。足元はかなりぬかるんでますね。滑らないように気をつけないと。さっきダイレクトに雪登ってたらそっちじゃねえぞって言われて、慌てて、他の、何ですかね、道にしました。この、何ですかね、湧き水がこうずっと続いている道に人の歩いた後歩道があるので、ここを頼りに登っていきましょう。目の前には、アディシ最大の大瀑布が広がってますね。大瀑布っていうのかな、これ。氷河というか雪山ですね。いやー、すごいなー。ここがメインの映えスポットみたいですね。さて、相変わらず謎の道を通ってます。道間違えたかなーって思ったら、ちゃんと目印っぽい、このどこぞの国旗があるので、多分道はこっちで合ってるのでしょう。きっとシーズン中はここが道なのでしょうね。さて、いよいよ雪山を多分登らないといけないでしょうね。ちょっとでかい犬らしい、犬なのかこの足だとちょっと怖いですね。さて、行くか。雪道だと目印もないので、とにかく先人が歩いた後をひたすら歩いていきます。2日目と違って、人が歩いた後がちゃんとあるのでいいですね、かなり。2日目は獣の道獣の足跡を頼りに山を登ってました。なので、まだ結構イージーですね。果てのない雪道を歩いています。人の足跡だけが頼りです。落ちたら相当登ってきたので、しかも雪なんですよね。落ちたら助からないでしょうね。この動画を見てる皆さんは間違ってもスニーカーでこういった雪山を登らないようにしましょう。死にます。本当に。絶対に叱るべき装備をして、山登りは望みましょう。本当に危ないです。消えかけてるけど、これも目印でしょうね。足跡もこっちにあるので、かなり安心して進めますね。ただ気をつけないと。幽霊でも見てるのかな？かなりの数の人がいますね。面白い。てか、戻ってきてる。どういうこと？彼らはイプラリから来たようですね。イプラリからアディシに戻るルートもあるようです。結構登ってきました。幕府が目の前に見えますね。で、さっき一緒に川渡ったドイツ人も追いついてきたみたいですね。しかし、よう半袖半ズボンで彼らも登るな。いやさ、ドイツ人には先に行ってもらいました。やっぱトレッキングシューズはかなり強いですね。生きてる帰れるか、向こうに到達できるかわからないくらい、ひどい道です。人が踏み抜いた轍だけを頼りに行ってますけど、マジでやばいっすね。足も腕の感覚も怪しいですね、かなり。怖い。非常に怖い。そろそろ上だと思います。イプラリまで、あと 9.5 キロ。山登り切りました。あとは下るだけが。上では休んでる人たちも。いやー、最高だ。アディシ村はあそこにもう見えますね。さて、じゃあ、ゆっくり休んだので、雨が降る前に下山を目指してイプラリに向かいます。やった！イプラリ川は雪が全然ない！これだったら降りれる！やった！血の道がある。踏み外しても死なない。滑らない。こんなに最高なことはないっすね。いやー、生きてる。景色やべえ。多分ここまっすぐ歩いても全然大丈夫だろうな。楽しい。今回のルートはサボワールさんのウェブサイトを参考にして降りてます。また、海外でもメスティアからウシュグリの道のりの Google マップは結構公開されてます。ただ、トレッカー用っていうんですかね。初心者向けじゃない道もマップも結構混ざってるので、皆さん行く際は、まずはちゃんと山登り用の装備をしていく。で、マップを見て、行けそうであるっていうのをちゃんと確認することが大事ですね。特に、サボワールさんに乗ってるルートは、比較的初心者向けですので、それをGoogle マップでピン止めして進むのをお勧めします。もう見えなくなるほど歩いてきました。コーカサスの山を下っていきます。そして、面白いのが、山頂は電波めっちゃ通ってたんですけど、なぜか下りのこの辺は電波が通ってなくて県外っていう。いやー、一体どういうこっちゃって感じですね。道間違えて多分これ断崖絶壁下ってますね。
下にどうも正規ルートのような何かがあるので、そっちに合流できたらと思います。でもすぐ道を失っちゃうのは結構やばいですね。感覚的には正面の山をそのまま下ってるような感覚でしょうか。正規ルート多分あの川なんでしょうね。地図を見る限りだと。僕迷っちゃったんで崖そのまま降りてるんで、ショートカットになってんのかどうなのかが全くわかんないんですね。何回か転げ落ちて、さっきの山からなんとか正規のルートに戻れそうです。崖を直線に降りて、なんとか正規ルートに戻ってこれました。いやー、生きててよかった。久しぶりに道にいる気がします。あの山のてっぺんから何度もぶつかって、滑って、転げ落ちて、肩もカバンももうボロボロですね。ただ、やっと、正しいルートに来たようです。ちょっとギリギリ体が動くかどうかなんで、ちょっとね、左肩ぶつけて、落ちた時に左肩をぶつけたのと、左足がね、朝、こけて石にバコーンってぶつかったから、もうなかなか言うこと聞かんすね。次の街まで持ってくれることを本当に祈ります。この旅を通して、本当に実感するのは、人の歴史というか、轍ですね。こういう道、サマルカンドの列車の時も感じましたけど、道がこれだけ続いてるだけで本当にありがたいし、最初にこれを道を作った人のおかげで、今なんとか生きて、次の街まで全身ボロボロになりながら行けるので、人の歴史って本当にすごいですよね。マジでこういう時じゃないと感じれないっすわ。ちなみに GPS どころか、携帯はずーっとここ2時間ぐらいは圏外ですね。だから、安否も送れないし、連絡も取れないのでかなり困りますね。もう道を信じてただひたすら歩くしかないです。今、15時半なんですけど、曇ってきました。メスティアとかこの辺の地方の天気ってものすごく変わりやすいので、雨が降る前に街に入りたいですね。こういうとこよう車通りますよね。もうすぐそこ崖ですよ。しかし、やっと Wi-Fi とか、Wi-Fi じゃないや。電波が届くようになりました。さっきからずっと県外だったんですけど、やっと届くようになりましたね。いやー、なんか、人里に近づいてきたって感じがしますね。さあ、イプラリに着きました。やったー。さて、ここからもう一仕事、交渉を開始していきます。今日の宿は果たしていくらで泊まれるのか。なんか前回の街よりかは全然クソではないらしいので、ちょっと信じたいですね、交渉は。なるべく Google や Booking.com にない店を狙っていきます。ゲストハウスはむちゃくちゃ高かったので、次の街のラルホリム村まで向かいます。ちょっと一泊90ラリはなかなかきついですね。ラルホリ村は、なんだっけ、イプラリから徒歩6分って書いてあって、Google マップでは書いてあったんですけど、やっぱ山がちなせいなのかくねくね歩かせるので結構時間かかりますね。2、30分ぐらいかな。ラルホリ村に到着しました。イプラリよりちょっと大きいですね。こっちの方が大きいんだ。さて、ゲストハウス探していきます。いやー、なんとか宿をゲットしました。スイートホームってところなんですけど、一人朝ごはんと夕飯と洗濯全部込みで、Wi-Fi も使えて、ベッドも大きくて、一人80ラリです。もうちょっと頑張ればよかったな。40ラリ落としたんですけど、いやー、80ラリまでしか行けませんでしたね。ちょっと腕が。ゲストハウスの中はこんな感じ。だいぶ広々と使えます。はい、夕飯です。結構野菜が豊富ですね。いつもと違って肉はあんまりない感じでみたいですね。では食べていきましょう。はい、今回はここまで。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ではまた。